ゆうかです。この動画を上げる頃にはゴールデンウィーク終わってるかと思うんですが、皆さんどんなゴールデンウィークをお過ごしでしたでしょうか？私は部屋の片付けができてるといいんですけど、延長引用が拡張されてる。そんなことはさておき、今回作っていくのはこちら、じゃーん、 G フレーム FA08 招待スペシャルセレクションです。過去に発売されている EG8 陸戦型ガンダム、グフカスタム陸戦型ジムがセットになっている商品です。私は08招待好きなので4つ並べて飾るのが今から楽しみです。それでは本編をご覧ください。早速開けていきます。入ってたのはこの10個。陸戦型ジムのセット、陸戦型ガンダムのセット、 EG8 のセット、グフカスタムのセットが2つ入っていました。4種類の商品で10個入りってことだったので、どれがダブルかなと思ってたんですけど、このラインナップだったらどれがダブっても嬉しいですね。それでは組み立てていきます。じゃあまずはグフカスから。フレームセットのランナー、フレームセットに入っている武器、アーマーセットに入っている外装パーツ、それとガムが1個ずつ。バンダイさん、これラムネとかになんないですかね？ガム嫌いなんだよね。まずは可動フレームから組み立てていきます。このフレーム、首、肩、肘、手首、腰、股関節、膝、足首と主要な関節がしっかり稼働する設計になっていて、ポージングの自由度が高いんです。基本的には工具なしでも組み立てられるんですが、パーツがちょっと固めだったので、私はところどころニッパーを使って切り出しました。フレームだけでもしっかり動くので、ポーズをとって楽しまれる方もいるみたいです。はい、フレームが組めました。フレームはこんな感じ。これだけ見せられてもなんだかわかんないですね。アーマーパーツをつけていきます。もう形になってるのにバラすのなんかちょっともったいない気もするけど、しょうがないね。それキットだもん。 G フレーム恒例ですね。アーマーセット、最初は無可動ハンガーパーツに一部の外装が装備された状態で入っているので、まずはそれを外していきます。それからさっき組んだ可動フレームにパーツを付け替えていく流れ。基本的に挟み込む構造になっていて、差し込むだけでカチッとはまるので、作業はかなりスムーズです。はい、グフカスタムができました。1体につき約40分ってところです。私がゲート処理を怠ったのではなく、元からこのように突起があったり、少し欠けてるようなところもあったりするので、組んだ後に自分で手をかけてあげた方がいい箇所もあります。でも合わせ目も全然わからないですし、いい感じかなと思います。今日のおやつというか夜食はカップラーメンの杉田屋です。こんな感じ。冷める前にいただきます。うますぎる。ねちゃんもお腹空いたのかな。とっても美味しゅうございました。罪の味、ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。 EG8 陸戦型ガンダム、陸戦型ジムをそれぞれアーマーセットだけで組み立てた状態で並べてみました。この状態だと手足を曲げたりはできません。でもパーの状態しかなくて、もちろん武器もなし。正直物足りないですね。続いて可動フレームを組み立てた状態がこちら。3体とも中身のフレームは共通の構造になっています。さあ、それぞれ無可動ハンガーから可動ハンガーへ付け替えます。はい、4体とも完成です。
墨入れをした状態で4体並べてみました。素組みの時はちょっと安っぽく見えてたんですが、墨入れするだけで一気にかっこよくなりました。1体ずつ見ていきます。まずは EG8。4体の中では一番墨入れが入るモールドをしていました。もともとは2019年に発売されたものですが、今回はところどころ FA 仕様に改修されているそうです。関節の可動域も広くてポロリもほとんどなし。いろんなポーズが気持ちよく決まります。ロケットランチャーのような大きな武器を持たしてもしっかり安定感があります。ビームサーベルも付属しています。ちょっと驚いたのが片足立ちでもちゃんとバランスが取れたこと。ちなみに腕の走行が外れているのは編集している時に気づきました。その辺はご愛嬌ということで。次は陸戦型ガンダム。こちらも2019年発売のキットから FA 仕様に進化しています。手元に吸盤がないので直接の比較はできませんが、気になる方はぜひ比較サイトなどをチェックしてみてください。こちらもビームサーベルが付属。そしてこの 180mm キャノンを装備すれば、輝き打ちの再現もバッチリ。だがかなりの遠近法です。シールドが小さいのか、それとも私のポーズが下手なのか、詳しい方ぜひ教えてください。フレームセットにはジムヘッドも付属しています。次は陸戦型ジム。こちらは今回初の立体化そうです。まずは同じく新規造形のネットガンを持たせてみました。目元のメタリックなブルーと緑の中間のようなカラーがすごく綺麗です。このミサイルランチャーも新規造形。こういうボリューム感のある武器が2つも追加されたのは嬉しいポイントです。もちろんビームサーベルも付属。ちなみに全てのキットで無稼働ハンガー用のパーの手を可動フレームにもそのまま付け替えできます。この3体は共通規格なので武器の共有が可能です。組み合わせ次第でいろんなバリエーションが楽しめますね。最後はグフカスタム。今回唯一のジオン機です。こちらも2019年発売のキットをベースに FA 仕様へ改修やディティールアップがされています。どっしりとしたフォルムがたまりませんが、他の3機と比べるとちょっと横に潰れたようなシルエットに感じました。ヒートサーベルはガトリングシールドに収納可能。さらに今回新たに追加されたヒートロッドは約20センチのリード線で自由に表情がつけられて躍動感のあるポーズ作りにぴったりです。ガトリングシールドを外して3連装 25mm ガトリング砲だけ装備することもできます。ちなみにそれぞれの無稼働ハンガーはこのようにスタンドとして組み替えることができます。実際にキットを載せてみるとこんな感じ。パーツをなくさずに済むのはありがたいんですが、手のパーツが見えているのがちょっと不気味かも。皆さんはどう感じますか？ということで今回は G フレーム FA08 招待のスペシャルセレクションを作りました。好きな作品の機体をサクッと作れて4体並べて飾れるっていうのは私にとってすごく嬉しかったんですけれども、皆さんはどう思いましたでしょうか？ぜひ動画の感想コメント欄にお寄せいただけたら嬉しいです。今回も最後まで見てくれてありがとうございます。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンで応援よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ゴールデンウィーク最終日、映画異端者の家を見てきました。宗教に関する討論シーンが長く、いびきをかいている人もいたけど、静かな恐怖がいい感じでした。あいにくの雨で景色はいまいちでしたが、美味しいランチを食べて大満足。こんな私と遊んでくれる妹に感謝です。